今までの人生で散々試してきた。全部ダメだった。もう結果は出ている。と思うかもしれません。でも、今までは受け身だったんです。それに対して今度は主体的に自分から試してみるんです。拒絶を予測し、怯えながら受け身でいるときと、主体的に自分から仲良くなりたいと思っているときとでは、相手に与える印象が全然違います。そのような主体的になるには、人への不信感の問題や、自分を責める傾向や、自己肯定感が低いという問題もクリアしていく必要があります。こんにちは。自分探しイズムです。私はアダルト・チルドレンについての電子書籍作家で、現在のところ5冊中2冊でベストセラー1位を獲得しました。興味のある方は読んでみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。アダルト・チルドレンは人見知りで苦しんでいる人も多いです。人見知りだと親しい人を作ることが難しく孤立しがちになるだけではなく、職場での評価は下がる傾向にあるし、ストレスや緊張が強くなります。今日は人見知りの人が少しでも克服できるような話をしたいと思います。1、人見知りになる主な原因。2、人見知りの人の心理的な特徴。3、どのようにしていけばいいかという対策。4、ポイントの振り返り。5、すぐにできること。このような順番で話します。それでは、どういう人が人見知りになりやすいかということですが、理由は一つだけではないし、いろいろな問題が複雑に絡み合っています。例えば、環境だけの問題ではなく、遺伝子の問題もあるとされています。フランスの精神科医クリストフ・アンドレとパトリック・レジェロンは、共著の他人が怖いの中で、環境要因だけでなく遺伝要因もあるとした上で、遺伝要因があっても家庭環境や教育などの後天的要因が加わることで次第に影響が弱まっていくのだろうと述べています。つまり、人見知りになりやすい遺伝子を持って生まれたとしても、愛のある良い環境で育つと人見知りは解消されていくということです。なので、この動画では変えられない遺伝子に焦点を当てるより、変えられる環境やこれからできることに焦点を当てたいと思います。もう一人、土井武雄先生の知見を紹介したいと思います。土井先生は甘えの構造という著書の中で、人見知りと甘えを同じ貨幣の両面という捉え方をしています。そして発達の初期に母親と良い関係を持つことができない場合には、その人間は人見知りの学習をなかなか卒業できず、いつまでも人見知りをする対人恐怖を発するようになると考えられるのである。このように述べられています。人見知り以外の問題にも当てはまると思いますが、社会不安が強くなる遺伝子を持っていようがいなかろうが、安心して親に甘えられる体験というのは、後の人生を強く生きられるかどうかの大きな要素です。小さい頃に親に甘えられなかったために、強く生きられる基盤が育たなかった場合の例を一つ挙げると、子供が友達と喧嘩をし怯えているとします。もし子供が怯えていたら、心のわかる優しい親は、脅してくる周りはひどい人だね、と子供の味方になって安心させてくれますが、子供を人見知りにするような環境はこの逆です。味方になってくれるどころか、あんたが周りを怒らせるようなことをしたんじゃないのと
子供にとっていつも敵になる親もいます。こういう親も性格が悪くて子供の敵になっているのではなくて、自分を守っているんです。自分に被害が及ぶことが怖くて予防線を張っているだけです。でも、親が自分を守るということは、子供からしたらいつも責められているということです。いつも傷ついているということです。人は小さい頃ひどく責められて傷つき続ければ、人や自分に対して信頼感がなくなり、これ以上傷つかないように自己防衛が強くなります。例えば、親に甘えようとしたときに、いつも親に拒絶されれば、対人関係で拒絶を予測する脳になってしまいます。このような環境の他にも、人見知りの原因としては、遺伝子の問題とは別に、やはり親から人見知りを引き継ぐということも起こりやすいです。どういうことかというと、例えば、親子で客席の少ないファーストフード店に行ったら、先に知り合いの親子が食べていたとします。客席が少ないから、離れて食べることができない状況だとします。こういう時に、人見知りの親は、やっぱ後にしようと、先に買い物をしてくるかもしれません。子供は不満になりながらも我慢させられることになります。買い物を終わってやっと食べられると思ったら、まだそのファースト店に知り合いがいたら、他のお店にしようと場所を変えるかもしれません。あるいは、人見知りの親は親戚の集まりが嫌いです。こうなると子供は他者と交流する機会が極端に減っていくし、どのように会話をすればいいのか親から学べません。他にも他者に対する不信感が強く、子供が他人と接触する機会を完全に奪ってしまうような過保護すぎる親も同じことです。また、親からありのままの自分を拒否されていたがために、自己評価が低い人も拒否を恐れて人見知りになる可能性があります。つまり、いつも拒否されていたために、無意識に自分は受け入れてもらえないという認知の歪みができてしまっているということです。次に、小さい頃の環境が悪くて人見知りになった人にありがちな心理的特徴を見てみましょう。環境が悪くて人見知りになった人の心理的特徴は、まず、人を信じられなくて警戒心が強いです。人はみんな友達や親しい人が欲しいです。だから、好意的な目で見てくれる人もいます。なのに、親からありのままの自分を拒否されて育ったような人は、初対面の人が自分と友達になりたい、親しくなりたいと思っているとは思えません。このような人はいつも批判ばかりだった親のように、周りの人も厳しい目で自分を見ているように感じてしまいます。そこで、ありのままの自分でいたら蔑視される、変な目で見られる、嫌われる。心の底にこのような感じ方があるので、無駄に緊張して人といると疲れ果てます。そこでなおさら人と会うことが苦痛になります。このように周りの人を厳しい人と決めつけ、周りの目を気にしすぎているので、自分の発する言葉の内容も当たり障りがないことを言おうとします。でも、
この心理状態では、話すことを一生懸命考えても、なかなかいい言葉が思いつきません。そこで、ほとんど発言しなくなります。そして自分が話せない状態であることを責められているように感じます。このように多くの人見知りをする人は、相手が嫌いで発言しないのではなく、嫌われないように発言しなければと焦っています。そこで相槌はよく打ちますが、心の底で怯えているので、あんまり目を合わさないし、ほとんど笑わないし、気の利いたツッコミもできません。家に帰って一人になると、緊張感から解放されるので、あの時にああやって突っ込んどけばよかったな、などと思いつくかもしれません。人見知りをする人でも、親しくなると急におしゃべりになるタイプもいます。でも、どれだけ付き合いが長くなっても、いつまでも堅苦しい敬語だったり、自分のことや本心を話さなかったり、全く距離感を縮めない人もいます。このような人は、距離感の縮め方や会話のスキルや親しくなるスキルが育っていないので、どうしていいかわからないのです。だから相手が近づいてきてくれるのを待っています。もう一方で、不信感や警戒心から近づいて欲しくないという思いもあります。アダルトチルドレンはこのような、受け入れられたいけど離れたい、好きだけど近づきたくないみたいなアンビバレントな感情を抱いていることが多いです。欲求はあるのですが、それより傷つくことに怯えています。このように怯えている人は、怯えていれば怯えているほど自分でも自分を激しく責めますが、環境が悪くて人見知りになった人も激しく自分を責める人が多いです。相手が悪い時でも自分を責め、自分を恥ずかしい存在と感じていることが多いです。例えばこのような心理です。三者面談で学校での様子を先生が親に話しているとします。仮に、学校では人見知りをするようです。家ではどのような感じでしょうかと聞かれたとします。これを恥ずかしく感じたり、責められているように感じるのです。先生は生徒の将来が心配で、親に家でのコミュニケーション大丈夫ですかと聞いています。先生の言葉を親が怯えるのはわかるのですが、子供が怯えてその自分を恥ずかしく思っているのはおかしいです。もう一つ例を出せば、新しい職場で仕事を任されたとします。教わってないので、やり方がわからなくて、わかる人に聞きに行ったとします。すると、一人では何もできない自分を恥ずかしく感じたり、自分は迷惑な存在と自分を責めます。このような心理です。教わっていないのでわからなくて当たり前とか、教えていない人にも問題があるとは思えません。このような人は、自分はどこかに問題がある存在とか、自分は恥ずかしい存在というのが染み込んでいます。では、人見知りを克服していくにはどのようにしていけばいいでしょうか。まずは自己理解を深めましょう。親に甘えようとするといつも拒絶されていた。親が人見知りがすごかったので、人と接する機会があまりないまま大人になった。
親が不信感が強い過保護で人と接する機会を奪われていた、あるいは性格の問題と自分のことが分かってくると、なんだそういうことかと楽になってくるし、ならば今からどのように訓練していけばいいかということが分かってきます。でも人それぞれ自分のタイミングがあります。自分と向き合う心の準備が整っていないのに、無理やり先に進もうとするのは良くないし、また理由は複雑に絡み合っているのでわからないこともあります。そのような時は無理やり理由をこじつけるのではなく、わからないならわからないで、過去の問題ではなくて今の問題に取り組みましょう。過去を極端に見ない人、避ける人も問題が出ますが、過去にこだわりすぎるのも長引くだけです。もっと具体的に言うと、見たくないことを見ないようにするのではなくて、認めたくないことを認める勇気は必要ですが、でも誰かのせいにしすぎて前を向かないのも逆効果です。例えば自分を点検したら、自分は人と接すると拒絶を予測してしまうと分かった人は、それは親との間でできた認知の歪みの可能性があります。そこで親との問題でできたと思い当たることがあればそれで早いですが、思い当たることがないのに親に違いないと過去の問題にこだわりすぎるのではなく、人と接すると拒絶を予測してしまうという今の問題に焦点を当てるということです。ここで言う今の問題に焦点を当てるとは、人と接すると拒絶されるという自分の予測が正しいかどうか少しずつ試していくということです。闇雲に試すのではなくて、この人なら大丈夫そうだなという人に絞って少しずつ話しかけてみてください。慣れてきたら人を変えて新しい人にも話しかけてみましょう。話せる人ができたら、自分は人見知りですと打ち明けてしまいましょう。人見知りをする人はその自分を恥じていることが多く、隠そうとする人が多いです。隠そうとすればするほど自意識過剰になって自己否定的になって余裕がなくなって何を話していいかわからなくなったり、相手の会話に合った受け答えができなくなるかもしれません。そこで自分はコミュ障だ、欠陥人間だと思う人もいますが、人見知りをする人の最も根本的な問題は、欠陥がどうのではなく、人に対する不信感と自分を受け入れていないということであることが多いです。もし自分が人見知りであることを打ち明けることができたとするならば、人に対する不信感と自己蔑視が薄まってきているということです。自分で自分を受け入れられたということです。そして打ち明けたことにより、周りの理解も得られるかもしれません。こうなるとどんどん自信がついていきます。自分を受け入れ、自己肯定感を高めることも人見知りを克服するために重要な要素です。なので、自分を責めたり、自分に怒ったり、自分の敵になったりしないで、いつも自分に対してポジティブな言葉をかけるように心がけることも大切です。この自分でいいんだと自分に言い聞かせましょう。そして少しずつ人と話しかけるようになっている自分、成長している自分に気づいてあげましょう。
では、ポイントを振り返ります。社会不安になりやすい遺伝子もありますが、愛されずに育ったために不信感が強い人や自己肯定感が低い人は人見知りになりやすいです。ここで言っている不信感が強い人には2つの不信があります。一つは初対面の人が自分に優しくしてくれるということが信じられないという他人を信じられない側面です。もう一つはこの自分が人に受け入れてもらえるということが信じられないという自分を信じられない側面です。まず自分は他人も自分も信じられていないので過剰に周りを警戒しているということに気づく必要があります。必要のない行き過ぎた緊張や自己防衛をしていることに気づくことから始めましょう。次に、人のことも自分のことも信じられる。この状態を目指しましょう。いきなり魔法のように変身することは無理です。なので、時間をかけて、世の中には何でもかんでも自分を批判する人だけではなくて、自分を受け入れてくれる人もいるという証拠を探しながら生きていきましょう。闇雲に試すのではなくて、大丈夫そうな人を選んで試していくことが大切です。そう言われても、今までの人生で散々試してきた。全部ダメだった。もう結果は出ている。と思うかもしれません。でも、今までは受け身だったんです。それに対して今度は主体的に自分から試してみるんです。拒絶を予測し、怯えながら受け身でいる時と、主体的に自分から仲良くなりたいと思っている時とでは、相手に与える印象が全然違います。そのような主体的になるには、人への不信感の問題や、自分を責める傾向や、自己肯定感が低いという問題もクリアしていく必要があります。自分が自分を責めていると自己肯定感が下がります。例えば、さっき出した例で言えば、まだ教わっていない仕事なので、やり方がわかる人に聞いたときに、ああ、俺は一人ではこんなこともできない恥ずかしい人間だ、と自分にネガティブな声をかけるのではなくて、まだ教わってないんだから分からなくて当然だよ。堂々としていていいよ。と自分にポジティブな声かけをするようにしていきましょう。そして少しずつ成長している自分に気づいてあげることもとても大切なことです。ではすぐにできることのコーナーですが、このコーナーは動画の一番最後にその日話した内容の中ですぐにできることを考えてから終わることにしています。今日の内容のすぐにできることは、思い込みを変える努力を始めようということです。例えば、人見知りをする人にありがちな思い込みは、自分は相手から裁かれる立場で、しかも低く評価されている。相手は自分を辛辣な目で見ていて攻撃してくる。このような思い込みをしている人が多いです。さらにおかしなことは、その相手というのは人間関係の距離感の遠い人であることも多いです。つまり、すべての人に怯えています。恋人とか親友とか、距離感の近い人に好かれたくて緊張するのならまだわかるのですが、どうでもいい人に緊張してストレスまで感じています。そして初対面の人でも多くの場合は、相手も最初はこちらと親しくなりたいと思っています。
相手は自分を辛辣な目で見ていて攻撃してくるというような間違った思い込みで緊張しすぎている人でも、嫌われたとしてもどうでもいい人だと腑に落ちると緊張は和らぎます。また、相手は自分を辛辣な目で見ていて攻撃してくるというような間違った思い込みから、相手もこちらと親しくなりたいと思っていると思えるようになると、無駄な不信感や行き過ぎた自己防衛がなくなって親しくなりやすくなります。人見知りを直すには、このような思い込みを変えるだけではなく、自己需要ができるようになることや、不信感を直していくことも大切です。アダルトチルドレンは自分嫌いを直そうや、毒親育ちの欠点、不信感の直し方などの動画も参考にしてください。動画のすぐ下に表示される概要欄にリンクを貼っておきます。はい、いつも最後までご視聴ありがとうございます。感謝しております。では、仲間の皆さん、よかったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。バイバイ。